ます。ようやくと以前に制作中の動画を上げていただきましたけど、やっと完成いたしましたので去年の作品展の時に現在制作中の人なんで、1年は確実に超えてますね。もう子供の頃の夢というか、近藤版を志してからの夢の一つですけど、まだたくさんあるんですけど、一つやっと形にできて。大きいですね。改めて。あと重たいんですよ。脚部とか、頭の部分とかにパテを大量に使用してました、ね、そのせいで結構でも重みを僕もともといつも出したいんで、その見た目的な重さと本物の重量とは別じゃないかっていう話もあるんですけど、僕的にはこう気持ち的にこう重たいキットの方が重量感、そういう感覚で作っておりますので。諸説あるんですけど、雑誌とか載ってるその紹介文の中には、今回で言いますとこれ一番代表的なものかなと思って持ってきたもので見れば、ただのズゴック、一応ズゴックの改良型なんですけど、近藤先生の解釈によるズゴックだという説と、そのズゴックが存在して次のズゴックエクスペリエンス、ズゴック E っていう機体の叩き台になったっていう説がありまして、で先生も結局デザイン的には叩き台にしましたと、そういうコメントを残されてるので、僕のイメージと制作のイメージとしましては、ズゴックがあってその後のズゴック E の間の機体っていうズゴックの改良型と僕はそう思ってます。100分の1です。マスターグレードをベースに、あとそのマスターグレード以外にハイグレードのズゴックの足とか腕とかをサイズを変えて、こう足を逆に腕に使ったり腕を足に使ったり、こうタイミングを変えて手足のバランスを変えてます。一番悩んだのはこのシルエットのところで、この上半身ですね、本来のズゴックのデザインと似てるようで全く似てない。違いますよね。もう一番悩んだところなんですけど、しか似てない。パッと見ズゴックかなって思うんですけど、実際の機体と比べてみると全くシルエットが違ってて、似ているのといえばこのひさしがあるところぐらいあとこのエアインテークとのタイミングとかも全部別物でして、最初はそこから取り掛かるって。逆に言うとなんか流用できましたこれ。流用というか、一応芯に内部にズゴックが入ってますマスターグレードですね、表面の層が外して、内部のメカを再現っていう加工でマスターグレードあったじゃないですか。でその内部だけをその叩き台というか、そのプラバンだのパテだのを盛り付けるための元として使った感じですね。装甲自体はもうこの一番頭の頭部のパーツは一応使ってはいますけれども、一度分割してサイズを変えてつなぎ合わせてで実際形は変わっちゃってます。ただこのロケットの発射口だけが元々の位置なんですよね、これが。この位置がで、近藤版のデザインを見るとちょっとこのような離れた位置がぴったりだったんで、この部分を削って前を出す、こうひし形というか上から見るとですね、になるような形に改造しました。ボディもだいぶ、持ってる感じですか。この辺りはもろにもこの裏が存在するんで、この部分ですね。なので単純に盛り付けをすると内部にあと発酵したいという自分の気持ちがあったんで、内部をこう無垢にしてしまうと不可能だったんで、プラ板で骨組みを作ってパテで曲面を作る、そういう感じで
進めてきました。この辺とか薄いプラ板のイメージがありますけども、この縁はプラ板ですけど、この辺がパテみたいなで最終的なこの曲面の合わせは1ミリのプラ角を曲げながらこう溶接する鉄棒のように接着剤でつけていって、で枠を作ってパテで埋めるような、そんなやり方でやってきました。手なんですけど、形を見るとズゴックっぽいんですけど、デザイン画で見るとこの丸みを帯びて大きいっていう、最初ノーマルのズゴックでいこうかと思ったんですけど、まず丸みが帯びてるのと大きいのと、あとこのスリットが入ってるじゃないですか。このスリットっていうのはこの近藤先生のコメントの中で、このメガ粒子砲を発射した時にこのスリットから熱を出して、で結果それでメガ粒子砲のこう運用を可能にしてると、そういう設定があったんで、そうなんです。そのためのスリットとなると、僕にとってはこれは絶対外せないポイントになってきますので、スリットの内部をこう映してもらうと分かるか見えるか分からないですけど、中にスプリングを入れてですね、放熱コイルのようなイメージすごい。気づかなかったで再現しております。これ実はちょっと外れるんですけど、こういう形です。中にこうやっております。まあやり方としてはスリットを作った後にその溝にスプリングを埋めるだけなんですけど、実際にはこの内部を見ると、この辺とかはそのズゴックの内部を使用してこのパーツを使っております。やってますね。ここ僕こだわりたかったポイントなんで、途中まではそのままノーマルズゴックのまま行こうかなと思ってたんですけど、やっぱりこのスリットにこの中にチラッと見えるこのチラッと見えるコイルを再現したくて、ここでちょっと途中から増設していくような感じですね。いいですね。ありがとうございます。いいですね。これで形もだいぶその僕の思うこうずんぐりむっくりとしたような形に整えることができたんで。足相当苦労しましたよね。足はちょっと悩みました。この絵を見ていただくと、正面と斜めとで両方一応絵が見えるんです。あと後ろもありますけど、この4つのこの後ろ2つ前2つ、この4つがこう1つのデザインから全部取れなくて、後ろに合わせて作ると前の時のこのイメージにならない。多分違いますよね。違います。まあこれ絵的表現で先生の絵的表現でなったんだと思うんですけど、でそこで僕最初こちらの足に合わせて作ったんですね。でこの正面のイメージ、だるま状ので作ってやってみると、この位置から見ればこうなってるから、ちょっと斜めにするとこうならない。玉が2つつながって団子みたいになってしまって、で一度作り直しでじゃあどうするか、今度こちらの形にボリュームのある感じで作ったんですけど、そうすると今度こちらはまあこう正面斜めに見ればなんとかできたんですけど、今度後ろが合わなくて、後ろがここが広がるんだったらこうならないよと、そこでまた作り直しなんですけど、で結果3回目に作り直してこの最終的にこういう足になったんですけど、結果的にはこう斜めのこの状態で見るとそれに近いんですけど、完全に同じじゃないんですね。でもその正面から見た場合はこちらに近いで、なおかつ後ろから見た時のシルエットもこれに近い形で、この4種類の形の絵を統合したような結果ちょっと現実を見る人によって形違うんじゃないかっていう、そういうイメージも存在するんですけど、でも自分的にはこの形が一番の落としどころかなと思って、あとスリットとかですね、この側面のこの穴だとか通気口なんですけど、こういうものの再現もこれは逆に言うと、じゃあ自分の好きなようにやっていいのかなと、中にこう網を入れたりとか、あとこの走行板の裏にも同じく放熱用のスプリングが入ってですね、あとこの足の中とかですけど、こういうスプリングディティールを追加してそのデザインに整合性を取るというか、この形になったんだというこのイメージ付けを図ってですね。
今回海洋迷彩っていうやつが、海洋迷彩って現実にはほぼ存在しないで、そうやって考えた時にこの先生のコミックの中でこれ迷彩で出現するすごくかっこいいくて、迷彩を作って考えた時にとりあえずすごく地域のようなんで。で実際初登場の地域陸上なんですよ。はい、プランたちのギラ動画が地球に降下作戦して降りてきた、でそこへ援軍としてやってきたマッドアングラー隊がずっとでこの中でもこの迷彩っていうのはカラー自体は海洋色にしてあるけども密林でも目立たないような迷彩、その解釈で自分はこういうヘビ状の迷彩の絵っていうのはあったんですけど、カラーリング自体はこれカラーでもものほとんど存在してないんで、色自体はその白黒からイメージするだけだったんで、まあその自分で色を決定するにあたって、まあ水中でも目立たず密林でもまだらなんで目立たない、そういうイメージで設定してきました。これは重ねてあるんですか、迷彩が。こう自分もこう今回研究しながらやったせいもありまして、最初迷彩が太すぎたんですよ。なのでその迷彩を直すために一度塗って2度目の太い線を入れたのをさらに3回目にこの白い部分でこう外から攻めるような感じで細くしていてですね、でその結果その細くしながら模様の向きも変えたりが調節が可能だったんで、今回はそういうやり方でやってみました。このジオンマークがこれ近藤先生のデザイン特有のジオンマークで、大昔はデカールが存在したらしいんですよね。昔は、ただ今ってのはほとんど発売されてないし、あと自分の好みの大きさという保証もないんで、手書きを試みたんですけど、迷彩の上に手書きをしてはみ出たところを直すという行為が迷彩なせいで直しが効かない、そいつをするためには最初に迷彩をしてこのマークを書き込んで、はみ出た分を消すためにはみ出た分に迷彩塗装を施すっていうかなりの人たちがこうやってきて「あ、これ近藤版ですよね」ってこう声かけていただける、それが嬉しくて昨日か一昨日ぐらいにアメリカ人の方からコメントが来てて、見えます、見ました。すごい方見えます。海外にも近藤版が好きな方が見えて、しかもこの日本の多分字が分からなくても画像で多分検索してて引っかかったか見つけたかで僕に声かけてくれたんですけど、僕もちょっとサンキューとか返しちゃったんで楽しい方ですよね。すごいです。作品見せていただいたら結構当時の B クラブのガレージキットも作って見えて、見るとそうです。ああ、これガレージキットでも自分で自作してるのも制作途中もあって、海外の近藤版好きとぜひ聞いてほしいですよね、KNP の展示会とかに。それなんですよ。近藤版好きだよっていう人で、でも一人だけ見えたんですよ。近藤版好きでこれを見に来たこれほど嬉しいことはないですね。もうこんなに嬉しいことはないって本当に近藤版じゃないですけど、これも僕楽しみなんですよね。これですか。これは KNP モデラスのリーダー野橋の作品なんですけど、まだでもだいぶかかるというお話になるみかんです。小林先生のバウンドドッグのイメージで進められて、まだここから進化するという話です。これもものすごい楽しみな僕からすると援軍です。